腰痛と浮き輪肉はまとめて解消できます。皆さんこんにちは、中川ゆきです。腰痛と浮き輪肉や下腹のぽっこりというのは全部原因が一緒ってご存知ですか？今日のストレッチではこれらの症状を全て解決できますから、この動画を見ていただくと腰痛の予防と改善、さらにはお腹周りまでスッキリしています。ぜひ一緒に頑張りましょう。はい。ではまず腰痛の原因から解説をしていきます。腰痛の原因、大きく分けて2つあります。1つ目は筋肉の硬さ。2つ目は股関節、お尻の使い方。まずは1つ目、筋肉の柔軟性から解説をしていきます。というのも、腰痛が起きてしまう部分、多くの方はこの辺り、ひし形になっている胸腰筋膜という部分に腰痛が起きます。この筋膜は広背筋という大きな背中の筋肉と反対側のお尻の筋肉を対角線上につなぐ役割を持っています。極端に言うと、右手をうつ伏せで上げていったら、反対のお尻に力が入るという風に対角上に筋肉というのは機能的なつながりを持っています。つまり何を言いたいかというと、実は腰痛が出る胸腰筋膜は被害者であり、痛みを加えている加害者はこの広背筋とお尻の筋肉、ここが縮こまったり硬くなると胸腰筋膜をぎゅーっと圧迫して腰の循環、血液循環が悪くなり、腰痛やむくみや疲れが出てしまうんです。つまりこの腰が痛くなったからといって腰を揉んだりマッサージをしたり、もちろんね、ひどい方は手術っていうのも必要な方もいらっしゃるかもしれないんですが、実はほとんどの方が広背筋やお尻のストレッチをすることで改善される場合っていうのが多いですから、今日はこの広背筋とお尻のストレッチをまずはしていきます。その後に原因の2つ目、股関節、お尻の使い方、ここもしっかりと直しておかないと一時的に良くなってもまた腰痛が再発します。2つ目の解説に入ります。では皆さん、何か落ちてると思って物を拾おうとしてみてください。で、この時の姿勢どうですか？よかったら鏡見てもらえると最高ですね。この時に腰痛がある方というのは、この溝落ちとかお腹から丸めて何か物を拾う癖があります。これ実はめちゃくちゃ腰に悪い、腰痛とかヘルニアの大きな原因です。というのも、倒した時にほとんどがこの胸腰筋膜や腰の筋肉を使って重みを支えていますから、全てが腰の負担になっています。それに対して腰痛にならない股関節、お尻の使い方というのは、このように股関節から体を折り曲げて何か物を拾ったり、荷物を取ったり、靴を履いたり、そういうことができている方はほとんど腰痛にならないです。これ、オリンピックの重量挙げの選手見てもらうとわかりますが、必ずプリッケツにして股関節をバチコーンと曲げてますよね。これをしないと腰痛になってしまうから。なぜかというと、股関節から曲がる方というのは、お尻の筋肉、こうありますね。このお尻の筋肉がビヨーンと伸ばされて、このお尻の筋肉で上半身の重みや何か物を取る時の重みっていうのを伝えますから、こうやって下向く時は、実はお尻に一番負担がかかります。で、これ負担かかってるように見えて、実はお尻の筋肉がビヨーンと伸びているので、ストレッチになってるんですね。つまり、正しく動ける方は、お尻も柔らかくなってヒップアップもできて、さらに腰痛にもなりにくい。先ほど言った腰から丸めるタイプの方は、ほとんどこのお尻の筋肉は縮こまったまま動かずに、背中ばっかり丸めてお腹を縮める。特に溝落ちのあたりを縮めますから、お腹の圧力が下に逃げて、下腹がぽっこり、そして浮き輪肉、ここら辺にね、お肉がぐちゃっとつきやすくなってしまうんです。これは非常にもったいない。なので今日やっていくのは、広背筋、お尻のストレッチをした後に股関節から曲げる練習。この2ステップで腰痛を予防、そして改善していきたいと思います。ぜひ一緒に頑張りましょう。このように壁がある方は、かかとは壁から3センチほど離し、お尻と背中と頭をピタッとつけます。この状態でバンザイをして体を倒すストレッチからいきたいと思います。それでは行きましょう。ゆっくり横へ倒します。はい、この時ですね、何か机とか椅子、支えがある方は支えに頼ってもらって大丈夫。じわーっと倒して下腹薄く。ここで壁から背中が離れる方は、さっき言いましたね、腰痛の原因です。腰、背中が丸くなりやすい。できるだけ背中を伸ばして、じわーっと倒せるところでキープ。この広背筋あたり、伸びてきてますか？深い呼吸です。目いっぱい吸って、長く吐いて。この時に外側の足ですね、この足を内側に寄せるようなイメージで、ちょっぴり内ももにも力を入れて、すると、さらに脇腹の伸びが強くなっていきます。足でしっかり地面を押し、手は遠く、引っ張り合うような感覚。はい、起こして、今度は反対側。逆に置いて、
持ち上げます。手もできたら壁に近づけます。はい、ゆっくり倒しましょう。この状態で深い呼吸です。背中壁につけるのがしんどいっていう時は、ちょっとね、壁から離れて多少丸まってもいいです。特に広背筋という筋肉、これが硬くなると腕を上げるのを邪魔しますから、手を上げてるのが辛い、首肩がだるいっていう風になっています。そういった時は肘曲げて引っ張るだけでも大丈夫。自分のペースに合わせて伸ばしていきましょう。そのまま深く長い呼吸です。ゆっくり鼻から息を吸って、目いっぱい口から吐いて、呼吸はさらに深く長く。余裕が出てきた方は足を触って深く深く倒していきます。できたら壁に背中つけたまま。はい、いいです。起こしましょう。今度はお尻を伸ばしていきましょう。足をかけて前です。はい、倒した時にこのお尻の外側、この辺りが伸びてきます。このポジションが辛いと思う方は、足をこのように卍型にして倒すだけでもいいです。しっかりとお尻が伸びているのを感じて。余裕がある方は足を後ろに引いて倒していきます。深く長い呼吸の繰り返し。目いっぱい吸って長く吐いて。伸びにくい時はしっかり伸ばしているところを触ったり、胸の位置をねじったりしながら伸びが強まるところを探していきます。そこで呼吸をさらに深く。呼吸を深めるほどに柔軟性が高まっていきます。はい、いいです。入れ替えましょう。今度は反対の足を前に置きます。はい、辛い方は卍型に足を置いてもらってもいいですよ。このまま倒してキープしましょう。目いっぱい呼吸です。このかかとの位置もできたら自分のみぞおちの前に近づけていくと伸びが強くなっていきます。手と足で合掌するようなイメージで固定します。深い呼吸です。足のポジションはイメージは胸、みぞおちとかかとを近づける。すると伸びが強くなります。普通にやるとね、足と反対側にかかとが行くんですが、外側に持ってくると伸びが強まります。選んでいきましょう。そして膝と胸を近づけるような感覚でじわーっと体をねじっていきます。はい、いいです。伸びてきましたね。ちょっとチャレンジしてみましょう。はい、このまま膝と膝を近づけてゆっくり前に。上にかけた足のお尻の外側伸ばしていってます。さっきの胸腰筋膜につながるお尻の筋肉です。伸び感はありますか？このあたり。目いっぱい呼吸を続けてください。ゆっくり吸って長く吐いて、目いっぱい吸って軽く胸で膝を押すような感覚。このまま呼吸を繰り返して、自分の呼吸の音が聞こえるぐらい、普段の 1.5 倍から2倍ぐらいは呼吸深めてください。はい、いいです。今度は反対側です。足を組み替えてこんな感じ。膝の位置を極力真ん中に寄せます。辛い時は浅く。これで倒していきましょう。これもお尻が柔らかくなってくると膝の位置を揃えて両方のお尻しっかり地面につけて倒せるように変わっていきます。そして胸で膝を軽く押して、しっかりと上に来ている足のお尻の外側、中殿筋を伸ばしていきます。ゆっくり鼻から息を吸い、長く吐きます。痛気持ちいいぐらいでいいですよ。痛すぎるときはほどいてもらってもいいし、浅くても大丈夫。人と比べずに昨日の自分と比べて1ミリでも成長してたら OK です。はい、ほどきましょう。はい。で、これ
体勢が辛かったら椅子に座ってもいいです。また広背筋を伸ばしますよ。はい、倒して横。しっかりとこの広背筋のあたりが伸びる感覚ありますか？深く吸って長く吐いて、脇の下から腰のあたりにかけて強烈に伸びていきます。遠くのものを掴むような感じ。さらに深呼吸。吸って長く吐いて、もう少しだけ呼吸を深めて、あと1ミリ遠くへつむじを引っ張る。腕がだるくなったら降りてもいいですよ。無理しないで。ラスト。 OK、 反対側。今度は逆足を伸ばして、はい、骨盤まっすぐ。ここで猫背になりやすい方はクッションとかお尻の下に引きましょう。この時も姿勢も必ずまっすぐ伸びたままです。ここで猫背になるとさっき言った腰痛が出るポジションです。極力骨盤を垂直起こした状態で倒していきましょう。伸ばしているのはこの広背筋、骨盤から脇のあたり。しっかりと伸び感を感じて、これが終わったら次最後の種目ですからね、無理をしないで。しっかりと広背筋が喜んでいるのを感じて、結構痛気持ちいいぐらいがちょうどいいですよ。はい、いいです。では四つ倍、最後は股関節を使う練習。ちょっぴり腰反って足の付け根で何か挟むイメージ。しっかりとお尻を引く、戻す、引く、戻す。ここで大切なのは、腰が丸まってくる人はさっき言った背中を丸める腰痛タイプ。腰を丸めて何か物を取ったり靴を履いたりする癖があります。必ず下腹をちょっぴり引っ込めたまま若干腰反るぐらい、手を置くとこの手が挟まる感覚です。この股関節ギュッと縮める感覚ありますか？長く吸って吐く。足の付け根を意識して、部長頑張ってる。はい、いいです。では最後は立ったまま股関節を使う練習です。最後は時間気にせずに、できたら鏡とかを見ながら自分の股関節の動きを意識してください。まず腰痛が出るタイプの方は腰を丸めて倒すと言いました。できたら手を足の上げた時に曲がってくる股関節に置いて、この手を挟むイメージでお辞儀をしましょう。綺麗なお辞儀。はい、この時に下腹薄く引っ込めておきます。しっかりと股関節から曲がると腰反ってますよね。このぐらいでまずは OK です。ただ反り腰で腰が痛いっていう方はお腹絶対脱がないように引っ込めたまましましょう。腰痛もね、人によって原因が様々ありますから、しっかり自分で確認してどの動きで痛みが出るのかをチェックしながらいきます。はい、でこれでですね、しっかり股関節が曲がる感覚あったらいいです。じゃあ伸ばしきって辛い時はちょっと曲がっているので、ちゃんとこの腰が丸くならないようにお辞儀ができるように。何か机とかこのような支えがある方というのは、そこに手を置いて、よいしょ、遠くへ押し出すようにして前へ戻す、前へ戻す。そうですか。倒した時にここしっかりと腰が反ってるような感覚わかりますか？これがめちゃめちゃ大事です。よいしょ。ここで腰が丸くなる人は注意が必要。このストレッチから股関節を使う流れ、これを毎日ですね、できたらお家を出る前とかにやってもらえると、腰痛の予防改善、さらには浮き輪肉や下腹のぽっこり解消にも効果的です。
ぜひ毎日続けてみてください。はい、お疲れ様でした。腰痛もね、いろんな方によって原因っていうのが違いますから、もしやってて痛みが悪化するときは控えてください。そして、こういった症状で腰痛が出ますとか、このような悩みがあるんですといったご質問、リクエストっていうのはコメント欄の方にぜひお願いします。それを参考にしながら今後の動画を作っていきます。そしてこの動画良かったなと思った方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。あとは Twitter とかでシェアしてもらえたらめちゃめちゃ嬉しいです。次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。